よいませよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は9点メガポが始まったと思うんですけど、今回はね、ランキングを見ながら皆さんの方に、僕目線で皆さんの方に正直レビューをしていきたいなと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、9点メガポがね、始まりましたね。っていうところでね、ランキングがあるんですけども、いつも通りいろいろね、共有できればなと思いますので、購入の参考にしていればと思います。はい、っていうところでね、こちらでございますね。はい、9点メガポがね始まったと思うんですけども、こんな感じでランキングの方が上にあります。はい、そして入っていただくとランキングですね。でこちらいつも通りね金額でいきましょう。で金額でいって、もちろんビューティーですね、押していただくとビューティーのランキングが出てきます。でもう本当に相変わらず変わらずなんですけど、1位はブースタープロですね。こちらが押していただくとこんな感じになりますね。メディキューブですね。ブースタープロ僕も使ってるんですけど、こちら非常にいいです。やっぱ使いやすいし、本当にね毎日じゃないけども、今だと週5ぐらいはね必ず使ってるかなって感じなんですけど、使うのと使わないともう全然違うので、あとこういう美顔器って手に取って使うか使わないかなんですよ。っていうところはどれぐらい使えるかによってくるんですよ。で最近の美顔器ってめちゃくちゃ大きな差はないです。1万円と3万円の大きな差っていうのがそんなにないので、どこまで金額を出せて購入できるかによってくるかなと思うんですけど、こちらが3万円本当に切って28,800円なので、かなりお安く買えるって感じですね。もう韓国のならではなんですけども、プラス何かがついてくるって感じなので、サンプルがね。なのでこちらおすすめできますね。僕は黒を持っておりますね。ベストコスメも取ってて1位だったり2位だったり取ってるので、韓国でもかなり人気があって使ってる方めちゃくちゃ多いので、こちらもこの金額で買えるっていうのがめちゃくちゃ安いでございます。はい、で1位がこんな感じで、売上が1283万8000円ですってね。すごい金額の販売しているので毎回、そんな感じで1位はメディキューブですね。で2位がこちらになりますね。フィーですね。僕はねフィーめちゃくちゃおすすめだと思います。金額も安くて、上位にいつも入ってきてるんですけども、もうプロダクトとして非常に良くて、ボリューミングティントなんですけども、非常に色もね非常にいいものを揃えてて、カバンに入れたくなるような感じですよね。で最近やっぱねこういうプルプルティントっていうのが非常に流行ってる、流行ってるっていうかいっぱいあるんですけども、カプサイシンとか入れてちょっとプルプルさせるっていうのがあるんですけど、韓国のネットショッピングとかでもちょっとカプサイシン入れてちょっとかけた瞬間にプルってなるっていう感じね。そういうのがね非常に流行ってるんですけども、この金額でねこのプルプルリップになるっていうのが非常にいいですよね。金額も安いですよね。でそして2位ですからね。そんな感じでございます。で3位になりますね。3位がメディキューブですね。メディキューブのアンプルとクリームですね。このクリームはね正直ちょっとあんまりそこまで良くなかったけども、でアンプルもすごく効果があるわけじゃなかったので、ヒアルロン酸マルチペプチドセラムですよね。なのでそんなにだったかなって感じです。正直な感じだと、ヒアルロン酸が入ってることによって使いやすいっていうのもあるので、あと最近 PDRN 流行ってるかと思うんですけども、それもね PDRN もちょっと微妙だったかなって感じですかね。あとマルチペプチドなんですけども、これペプチドを入れてきてて独自のって明示してるんですけども、そこら辺もねすごい効果っていう感じじゃなかったんですけども、値段も非常に安いですよね。はい、そんな感じで売上が915万、先ほどの2位のフィーの売上は1015万7000円ですね。すごいですよね。1566円でその金額ですからね。そんな感じで2位が、3位が915万ですね。で4位に行きたいと思うんですけども、4位がコフェル。僕これは使ったことないですよね。ちょっと使ってみたい感じでありますね。100時間も続く輝き、100時間保湿してくれってのも結構どこにもあるので、100時間ね
であと潤いとツヤを与えてくれるとちょっと気になるものでありますよね。これはちょっと使ったことないので実際に使ったことある方いらっしゃいましたら実際にちょっと教えてもらいたい感じですね。僕はね本当にスキンケアだけでツヤ肌を目指しているスキンケア法なのでこういうものは結構気になるんですけども、スキンケアぐらいで僕こんぐらいのツヤを出したいんですよ。今もねスキンケアだけなんですけどもサンクリームでこのツヤ感を出したいっていうのがあるので、こういう肌作りができるのが非常に嬉しいんですけど、ここのコフェルのものがちょっと気になりますよね。ツヤ肌なんだったら使ってみたいですよね。ちょっと知ってる方いたら教えてください。はい、そんな感じで7281円ですね、メガポで。で620万円の販売をしておりますね。で次は5位がこちらメディキューブですね。 AGR のブースタープロのミニですね。ミニ買うんだったらプロの方でもいいのかなと思うんですけども、金額に合わせて購入してもいいんじゃないかなと思いますね。こちらのミニとプロだとめちゃくちゃ大きな差があるわけじゃないので、するかしないかです。使うか使わないかなので、正直この金額に合わせてかな、どこまで出せるかによって購入考えてもいいんじゃないかなと思うんですけども、最近の価格帯と効果で合わせるとメディキューブが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。あとセンテリア20のやつも結構僕は大好きなんですけども、レビューされてる方はそんなにいないかなと思うんですけども、ちょっとあんまり皆さん教えたくないのかなっていう感じだと思いますけどね。センテリア20の美顔器、メディキューブっていうのがPR かけてめちゃくちゃ前に出てきているのですごく目に見る機会が増えてるだけであって、結構センテリア24も僕は大好きでございますけどね。はい、でこんな感じで、金額579万7000円でございますね。はい、で次6位いきたいと思うんですけども、6位がメディキューブ。メディキューブすごいですね。メディキューブのこちらのナイアシンアミド、ナイアシンアミドは肌白くしたい方だったら結構使ってる方多くて、結構僕の周りでもナイアシンアミド大好きな方とか美容皮膚科の先生もナイアシンアミド大好きな方すごく多いんですよ。なのでナイアシンアミドはこの時期に使う方非常に多いです。あとビタミン C も使う方非常に多いです。僕最近だとビタミン C はねデイで入れてるので、ビタミン C 入れるとこんな感じのツヤ感も出せるので僕は大好きなんですけども、ちなみに僕はビタミン C はリズ系のものを使っております。はい、そんな感じで、ございますね。あとビタミン C についても詳しく皆さんの方に使い方間違えると効果も半減しますよみたいな感じで詳しくまとめておりますので、そちらの方も上の方にね URL も貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思います。で金額は547万5000円販売しておりますね。で次が7位になります。7位がモラクですね。こちらはカラコンですね。はい、ここはスルーさせていただいて、次が8位ですね。8位がこちらも僕使ったことあるな、このサンクリームは。ここのトンアップクリームは使ってあるけど、このトンも結構僕は大好きですね。肌白い方だと非常にいいんじゃないかなと思うんですけども、トンアップクリーム僕も大好きでございます。で金額が502万5000円の販売で9位いきたいと思いますけど、9位がこちらですね。 VT のシートマスク、前書いてますよね。流行ってる PDRN だったりとか、歯科成分のやつだといいのかなと思うんですけども、 VT のねシートマスクはねちょっとシートがねちょっと薄いのでちょっと僕は微妙だったんですよね。デイで使う分には朝ね僕本当に3分ぐらいで終わらせるシートマスクとしては非常にいいんじゃないかなと思うんですけども、それ以外ちょっと微妙だったですかね。はい、そんな感じで、9位が、378万1000円でございますね。はい、で10位になります。で10位が CU スキンでございますね。こちらも最近割と前回のメガポからかな見かける機会が増えてきたと思うんですけども、ちょっと効きそうなのでここも使ってみたいなって感じなんですけど、実際に消費したことがないのでこちらもちょっと使ってみたいですね。 pH はなんですごい6の弱酸性にしてくれるっていうかね、こちらでちょっとね一度使ってみたい商品ではあるので、最近ちょっと上位10位以内に入ってるので気になりますので、そんな感じで10位は、311万6000円の販売を上げております。1位からざーっと見てって感じでも、アヌアとかナンバーズインとか、そこら辺とかが入っているのかなって感じなんですけども、上位にはそんなにね僕がこれはめちゃくちゃいいですよみたいなものがねないんですよね。ボーのやつであったりとかもしても、あとスキン104スキンチョンサですね。はい、そんな感じ
ですね。はい、そんな感じで上位見てもそんなにねすごくいいですよみたいなものがあんまりなくて、中ではフィーのやつが非常にいいかなっていうね、ティントはありかなと思いますけど、それ以外はめちゃくちゃいいですよっていうのはちょっと言えないかなって感じですけども、で、最近ねスキンチョンさんのやつ FDA 認定とか結構出してきて、アジアとかでも香港とかあとヨーロッパでもそうなんですけども、割と見かける機会がめちゃくちゃ増えてきて、でやっぱり FDA 認定入れるとやっぱ売れやすくってなるのもあるし、商品自体もねしっかりしてるので皮膚科でもね結構おすすめされる先生方は最近増えてきてるんですよね。でサンセラムでこんぐらいのツヤ感出せるんですよ。なのでめちゃくちゃいいなと思って、特に夏だともう絶対にサンセラム使いますね。スキンチョンさんのやつ、このツヤ感が良くて使っております。で外出時はスティックサンセラムのサンスティック持っていくんですけども、それで大体 2,3 時間おきに塗ってる感じなんですけども、それでこんぐらいのツヤ感が出せるので、そう考えると今回、ランキング10位以内にねスキン調査も入ってなかったのがちょっと意外だったなと思うのと、あとアノアも入ってなかったのもそうだし、ナンバーズインも入ってなかったのもそうだしっていうのがあるので、目代わりで入ってくるんでしょうねっていう感じでは思っております。はい、そんな感じでちょっとね実際にいつも言ってるんですけども、ランキングの方に惑わされないようにした方がいいかなと思います。そんな感じでね、実際に売れてる商品はこんな感じなんだみたいな感じで自分の本当に必要なものを購入してくるのをお勧めいたします。そんな感じでね、詳しくねビタミン C を使うためにはねこういう使い方した方が実際に効きますよみたいな、半減する使い方、実際に NG の使い方してませんかみたいな感じの方を上げてたりとか、いろいろねその成分に対しての正しい使い方みたいなね、実際に間違えた使い方すると逆効果になったりするので、そういうものが成分気になるものがありましたら実際にね動画作っておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。レチノールとかもねちゃんと使わないといけなくてだったりとかするので、実際にビタミン A とかをねちゃんとね肌に一番効果として現れやすい商品として、この夏の時期でも使いやすくなってきたので、実際にデイでも使いやすくなってきたんですけどみたいな感じで作ってるものが多いんですけど、そこら辺もねちゃんと使わないと本当に逆効果になるので、本当に使い方はちゃんと調べていた方がいいかなと思います。どんどんねいろんな成分が出てきて、肌に効果を与えるものが増えてきた中でちゃんと知識を得て使用していくみたいな感じがいいかなと思いますので、実際にね僕もコンテンツの方で皆さんの方に動画をまとめて公開しておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。そんな感じでわからないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。